わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。あくまで個人的な考察や感想なので、その旨はご了承いただいた上でご視聴いただけると幸いじゃ。なお、ポリメガって何という方は、過去の紹介動画を見ていただくことをお勧めするのじゃ。今回はポリメガ専用の光線銃型コントローラーである GC01 レトロガンについて個別のタイトルの設定及び動作検証を行っていくのじゃ。レトロガン自体の初期設定や詳細については別動画にて紹介しているので、初めて触れる人はまずそちらをご参照いただきたい。また、レトロガンの使用にあたっては、ポリメガ公式サイトに掲載されている互換リストや公式リファレンスマニュアルを参考にすると良いと思う。なお、レトロガンを使用する前の基本事項として、レトロガン銃口部分の透明なフィルムを剥がすこと、そしてポリメガ本体のファームウェアを最新のバージョンにアップデートした上で、本動画をご覧いただきたい。ちなみに、今回はセガサターンのレトロガン対応タイトルが対象じゃ。この動画では基本的にゲーム起動前にレトロガンやコントローラーの割り当てを完了。ポリメガ本体の標準 BIOS を使用。仮想ディスプレイでアスペクト比をボーダーフィットに設定という前提で進めていくので、らしからずなのじゃ。ゲーム起動時にレトロガンのような周辺機器のチェックをしているゲームが多く、起動した後にレトロガンやコントローラーの割り当てを行っても正常に反映しない場合がある。そのため、ゲームを起動する前に、ポリメガのメニュー画面上で、レトロガンの割り当てを完了することをお勧めするのじゃよ。まずは、セガが誇るガンシューティングの傑作、バッチャコップからじゃ。移植度も素晴らしく、むしろライトユーザーにとっては、バッチャファイターより知名度が高かったかもしれないな。セガサターンやプレイステーションなど CD 系のゲーム機に共通して言えることじゃが、レトロガンの接続は、プレイヤー1にレトロガンとなる。2人同時プレイで遊びたいときは、プレイヤー1か2のどちらかに通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合は、プレイヤー1と2にレトロガンを接続すればよい。ボタンの割り当てはこのようになっている。ポイントとしては、サターンやプレステのほとんどのレトロガン対応ゲームは、3ボタンにリロードが割り当てられていることじゃな。おそらく、純正の光線銃ではないため、通常のコントローラーで操作する場合のリロード操作、つまりボタンでのリロードという機能が生きているのだと思われる。もちろん、普通に画面外を打つことでのリロードもできるので、好みで使い分けると良いのじゃよ。ただ、ボタンでリロードできると、一度画面外を打たなくていいので、照準を合わせやすくてかなりプレイしやすくなるのは間違いないな。いきなりオープニングから音割れや処理落ちしているな。通常のコントローラーだけの場合は、こんなことは起きないので、レトロガンが原因の症状じゃな。メニュー画面とかは特に音割れも処理落ちもしていない。
レトロガンを2台接続しているが、ちゃんとどちらのレトロガンも正しく認識しているようじゃな。とりあえず、2人同時プレイでゲームスタートじゃ。レトロガン自体は2台とも正常に動いているが、音割れと処理落ちがひどいな。なんとかゲーム自体はできるが、という感じじゃな。ちなみに、実機 BIOS に変更しても症状は変わらなかったのじゃ。一旦ゲームを終了して、レトロガンを1台だけに接続し直してみる。これで再度ゲームを起動する。おう、でも画面でも音割れや処理落ちがなくなったな。このままゲームを始めてみるのじゃ。音割れも処理落ちもほぼなしでプレイできるのじゃよ。どうやらレトロガンを2台接続するとポリメガの処理能力を超えてしまうのか、音割れや処理落ちが発生してしまうようじゃ。なのでレトロガンを1台だけ接続してプレイする上では問題なく遊べるということじゃな。ちなみに気をつけてほしいのは、ポリメガ本体に接続するレトロガンも1台にする必要がある。コントローラー管理で接続していなくても、本体に接続しているだけで処理落ちや音割れが発生してしまうので、レトロガンを2台所持している人は注意してほしい。続いてバッチャコットの続編であるバッチャコップ2じゃ。こちらも移植度が高く、セガサターンを代表する名作の一つじゃな。レトロガンの接続はバッチャコップと同じじゃ。プレイヤー1にレトロガン、2人同時プレイで遊びたいときはプレイヤー1か2のどちらかに通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合はプレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ボタンの割り当ても同じじゃ。バッチャコップ2も
3ボタンでリロードができる。これもタイトル画面から音割れしていて嫌な予感がするな。まずはガンアジャスト画面でレトロガンの挙動を確認する。プレイヤー1とプレイヤー2のレトロガン、2台とも正しく認識できているのじゃ。とりあえずゲームを始めてみるか。Big Chase. Let's go. やはり音割れと処理落ちがひどいな。ガッチャコップと全く同じ状態なのじゃよ。一応レトロガン自体は2台ともしっかり使えるようじゃ。ガッチャコップと同じようにポリメガ本体につなぐレトロガンを1台だけにした上で、コントローラー管理でレトロガン1台のみを接続してゲーム自体を再起動する。やはりタイトル画面の音割れもなくなっているな。このまま一人プレイでゲーム開始じゃ。Big Chase. Let's go. 音割れも処理落ちもなしでプレイが進められることが確認できたのじゃ。ガッチャコップと同じくレトロガン2台をつなぐと音割れや処理落ちが発生するが、レトロガン1台のみであれば問題なく動作するということじゃな。ポリメガ本体に物理的に接続するレトロガンも1台だけにするのを忘れないようにな。まあ、音割れや処理落ちがあってもよければ、一応レトロガン2台で2人同時プレイで遊ぶことは可能じゃ。こちらも実機バイオスでも同じ状態だったのじゃよ。こちらもゲームセンターでロングヒットとなったセガのガンシューティング、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドじゃ。同じセガのガンシューティングということもあり、レトロガンの接続などもバッチャコップシリーズと同じじゃな。プレイヤー1にレトロガン、2人同時プレイで遊びたいときは、プレイヤー1か2のどちらかに通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合は、
プレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ボタンの割り当ても同じで、本作も3ボタンでリロードができる。いわゆるボムとか武器切り替えもないので、操作もシンプルなのじゃよ。なんとなく動作状況もバッチャコップシリーズと同じパターンになりそうな気がするな。タイトル画面は問題なさそうじゃな。まずはガンアジャスト画面でレトロガンの挙動を確認じゃ。プレイヤー1は問題なく動作するな。プレイヤー2のレトロガンも大丈夫そうなのじゃ。あとはゲームをスタートしてどうなるか、じゃな。Oh no! Oh! やはりバッチャコップシリーズと同じ症状じゃな。レトロガン2台での2人同時プレイ自体は可能じゃが、音割れと処理落ちが発生するのじゃよ。おそらくレトロガン2台分の処理はポリメガ本体の CPU で処理しきれないということなのじゃろうな。一応ゲーム自体は遊べるといえば遊べる。というわけでバッチャコップシリーズと同じくポリメガ本体に物理的につなぐレトロガンを1台だけにしてから、コントローラー管理でレトロガン1台のみを接続してゲーム自体を再起動する。Oh no! Oh! Others are still inside. Save them. 快適に遊べるのじゃよ。音割れも処理落ちもなくなったのじゃ。セガのガンシューティング3作を遊ぶ場合は、接続するレトロガンを1台のみにした方が良いということじゃな。音割れや処理落ちを気にしなければ、レトロガン2台で2人同時プレイで遊ぶことは可能じゃ。次は
コナミがアーケードでリリースしたタイトルの移植作、ケンリーエクスプローラーズじゃ。こちらも2人同時プレイに対応しているので、接続方法はバッチャコップなどと同じになる。プレイヤー1にレトロガン、2人同時プレイで遊びたいときは、プレイヤー1か2のどちらかに通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合は、プレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ボタンの割り当てはこうなっている。3ボタンでリロードができるほか、本作ではいわゆるボムである特殊武器があるため、1ボタンに割り当てられている。いわゆる王道のレールガンシューティングじゃな。謎の古代遺跡を探索しながら敵を倒しまくるアトラクションタイプなのじゃよ。何はともあれ、まずはガンアジャストでレトロガンの挙動チェックじゃな。オートリロードにもできるとは、なかなか親切で素晴らしい。レトロガンは2台ともしっかりそれぞれ認識できており、問題なさそうじゃ。それでは、2人同時プレイでゲームスタートじゃ。Do not be surprised. I am Yamoza, the spirit of travel. I will join you on this adventure for a while. まさにテーマパークのアトラクションじゃな。バッチャコップのようにポリゴンを使っているが、スプライトによる拡大縮小などもうまく組み合わせているのじゃな。
レトロガン2台使っての2人同時プレイでも音割れや処理落ちなどもなく問題なく遊べることが確認できたのじゃよ。ルート分岐などもあってなかなか楽しそうなのじゃ。 Looks like you have some confidence. Now you can remove the chain and open the door. Choose either the right path or the left path. 続いては妙に有名になってしまった伝説のガンシューティングデスクリムゾンじゃ。このポリメガの紹介文もよくわかっているなという感じなのじゃよ。レトロガンの接続方法じゃが、ゲーム自体が2人同時プレイに対応していないので、接続するレトロガンは1台のみをプレイヤー配置に設定する。というより、2台接続するとトリガーボタンを押しても反応がなくなるなど不具合が起きるので、1台だけにした方が良い。また、ポリメガ本体に物理的に接続するのも1台だけにするのをおすすめする。2台接続したままにしておくと、バッチャコップほどではないが、音割れや処理落ちが発生してしまうようじゃ。ボタンの割り当てはシンプルじゃな。バッチャコップなどと同様に3ボタンでもリロードができる。いわゆるボムとか武器切り替えもないのじゃ。記載はされていないが、決定ボタンは1ボタンに割り当てられているようで、つまりスタートボタンになっているようじゃ。それではゲームスタートじゃ。いつ見ても不気味なメーカーロゴじゃな。そして独特のセンスのタイトル画面なのじゃ。このゲームを起動した以上、オープニングは見ておかないとじゃな。それは10年前のことであった。デスクリムゾン。ダミー、フレック生きてるか？ああ、なんとかな。上から来るぞ、気をつけろ。こっちだ、エチゼ。なんだこの階段は。とにかく入ってみようぜ。せっかくだから俺はこの赤の扉を選ぶぜ。こうして越前康介はクリムゾンを手に入れた。
何度見てもシュールなオープニングなのじゃよ。それでは照準調整画面のチェックでもするかな。あれ、元に戻ってしまった。もう一度やってみるか。一発撃ったら元に戻ってしまうのか。今までに見たことがない斬新な照準調整じゃな。仕方がないのでゲームを始めるかな。システムとしてはガッチャコップに近いのじゃが、クオリティの差が歴然としているのじゃよ。ダメージを受けたのが分かりにくい上に、その後の無敵時間がないため、一瞬で残りライフが削られる恐ろしいシステムじゃ。わな。おうの。何が不具合かよくわからなくなってきたが、とりあえずレトロガンも含めて普通に遊べるようじゃな。レトロガンを2台本体に接続すると音割れなどが発生するので、本体につなぐのは物理的にも1台のみにするのを忘れないようにな。次はセガの版権作品である人造人間破壊だラストジャッジメントじゃ。人造人間キカイダーのライバルキャラである破壊ダーを主役にスピンオフおよびリメイクした特撮作品を元にしたゲーム化じゃな。このリメイク版破壊ダーのデザイン、わしは結構好きなんじゃよね。本作もゲーム自体が2人同時プレイに対応していないので、接続するレトロガンは1台のみをプレイヤー配置に設定する。むしろ2台接続するとレトロガンが正常に反応しなくなるので、接続するのは1台のみじゃ。ポリゴンなどを使っていないせいか、音割れや処理落ちこそ起きないものの、ポリメガ本体に物理的に接続するのも1台だけにしておくのをおすすめする。ボタンの割り当てはこうなっている。3ボタンでリロードができるほか、本作では武器の切り替えがあるため、1ボタンに割り当てられている。
いわゆるピカレスクヒーローというやつじゃな。ここはレトロガンを左右に動かすだけでメニューを選択できる。まずは照準調整画面でレトロガンの動作チェックじゃな。問題なくレトロガンは反応しているな。ちなみにレトロガンを2台接続していた場合はタイトル画面の時点で反応しないのじゃよ。それではゲームスタートじゃ。ガンやプレステなど CD 系のゲームは読み込み時間やデモが長いのでカートリッジ系より時間がかかってしまうな。本作は通常の6発装填のショットガン以外に装填数が多い弾力の弱いラピッド、弾速は遅い外力のハコドラ、そして一発しか装填できないが高威力のバズーカの合計4つの武器を切り替えながら進むガンシューティングなのじゃ。リロードこそ必要なものの、全てのショットで弾数制限がないというのは珍しいな。また、単純なガンシューティングだけでなく、街中を探索するアドベンチャー的な要素やボスとの戦いもあったりして、結構作り込んであるのじゃよ。続いてはエリア51じゃ。海外で制作された作品で UFO 事件とかで有名な米軍基地
エリア51がエイリアンに占領されてしまったので奪還せよ。という感じで実写取り込み映像が豪華なガンシューティングじゃ。なんとマルチエンディング要素もあるらしい。本作は2人同時プレイに対応しているので、接続方法はバッチャコップなどと同じになる。プレイヤー1にレトロ版、2人同時プレイで遊びたいときは、プレイヤー1か2のどちらかに通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合は、プレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続するのじゃ。ボタンの割り当てはバッチャコップなどと同じじゃな。リロードが3ボタンに割り当てられているのがありがたい。メーカーロゴが豪華で数が多いあたりが海外作品ならではといい感じじゃな。レトロガンを動かしてメニューを選び、トリガーボタンで決定じゃ。例によって標準調整画面でレトロガンの挙動を確認するのじゃよ。プレイヤー1と2で分かれているのか。プレイヤー1のレトロガンは問題ないな。プレイヤー2のレトロガンもしっかり反応しているのじゃよ。それでは早速2人同時プレイでゲームを始めてみるのじゃ。一応レトロガンも2人同時プレイで使えてはいるのじゃが、背景のムービーが乱れることが多いようじゃ。これはレトロガンではなく通常コントローラーの場合は発生しないので、おそらくレトロガンの影響によるものと思われる。ただバッチャコップなどのようにレトロガンの接続を1台だけにすればよいかというと、そうでもない。本作の場合は再現性が低くて、レトロガン1台だけにして解消する場合もあれば解消しない場合もあり、正直よくわからないのじゃ。ちなみにこれは
レトロガン1台のみを本体に接続し、かつ実機バイオスを使って一人用でプレイした場合じゃ。この通り、背景のムービーも問題なく表示されている。しかし、同じ条件でプレイしてもムービーが乱れる場合もあるし、実機バイオスでなくてもレトロガン1台での一人用プレイなら問題ない場合もある。少なくともレトロガン2台使っての2人同時プレイは音割れなどもあり、ほぼ確実にムービーも乱れるのは確かじゃな。まあ、ムービーの乱れさえ気にしなければゲームを進めることはできるのじゃよ。同じく海外制作の作品でカオスコントロールリミックスじゃ。すでにリリースされたカオスコントロールにマウスやバッチャガンへの対応を追加してリリースされたもので、ゲーム内容自体は同じじゃな。そして公式の互換リストにはなぜかカオスコントロールの名前があるが、原作カオスコントロールはレトロガンには対応していない。実際にわしの手元でも確認済みであり、そもそも通常コントローラーしか対応していないからこそ、このカオスコントロールリミックスが発売されたわけでおかしな話なのじゃよ。もしくは海外ではバッチャガン対応のカオスコントロールが発売されたということかもしれないな。本作は2人同時プレイに対応しているので、接続方法はバッチャコップなどと同じになる。プレイヤー1にレトロガン、2人同時プレイで遊びたいときはプレイヤー1か2のどちらかに通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合はプレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続すればよい。ボタンの割り当てはバッチャコップなどと同じだが、本作はリロードもないので非常にシンプルじゃ。トリガーボタン以外では1ボタンがスタートボタンになっていることが分かっていれば十分なのじゃ。まずはお約束の標準調整画面でレトロガンの動作確認じゃな。プレイヤー1のレトロガンは問題なく反応しているな。ただ、プレイヤー2のレトロガンはトリガーボタンを押しても画面が光るだけで弾痕が残らないようじゃ。
なるほど。ここでプレイヤー1から2に切り替えないといけないのか。これでプレイヤー2のレトロガンも問題ないことが分かったのじゃよ。しかし、ゲームごとの照準調整画面の違いというのも、これもまた特徴があって面白いな。よし、これで早速ゲームスタートじゃ。第2班は後方で防衛態勢をとって用心してムービーが流れる場面なのじゃが、音声のみとなってしまっているな。カオスコントロールでは問題なかったのに、これはリミックスでのポリメガの不具合じゃな。これはレトロガンの接続とは関係なく起きる不具合で、実機バイオスに変更しても解消しなかったのじゃ。ただ、ゲーム自体は普通にプレイできるのじゃよ。レトロガンでの2人同時プレイにも問題はない。特に処理落ちや音割れも発生しないようじゃ。このゲーム、ひたすらムービーを後ろで流しているだけで、敵を倒した場合も煙のエフェクトをかぶせているだけなのか。昔のレーザーディスクゲームでよくあったやつじゃな。というわけで、本作についてはレトロガンの動作には問題ないが、ムービーが音声のみになるというポリメガ2の不具合があったのじゃよ。次はパーティーゲーム系のガンシューティング、マイティヒッツじゃ。本作は実は日本のセガサターン版は公式の互換リストにはない。互換リストにあるのは海外版のみじゃ。ただ、プレイステーション版は日本版も対応しているので、セガサターン版ももしかしたら、ということで検証してみたのじゃ。結論としては、一応レトロガンを認識して使用はできるのじゃが、ポリメガエミ側の不具合でゲーム画面に進めない状態じゃ。しかし、実機バイオスであれば、問題なく動作することが確認できた。これはレトロガンの有無とは関係なく、通常コントローラーでも同じ動作となる。レトロガンの接続は、2人同時プレイに対応しているので、バッチャコップなどと同じじゃ。プレイヤー1にレトロガン、2人同時プレイで遊びたいときは、プレイヤー1か2のどちらかに通常コントローラーを接続する。レトロガンを2台使用する場合は、プレイヤー1と2の両方にレトロガンを接続じゃな。ボタンの割り当ては、公式リファレンスマニュアルになぜか記載がないが、トリガーボタンとスタートボタン以外は使わないので、この割り当てをベースに考えればよいと思う。申し訳ないが、オープニングムービーはスキップさせていただくのじゃ。まずは、照準調整画面をチェックする。プレイヤー1側は問題なく動作するようじゃな。あ、
わざわざプレイヤーにとしてガマジャストの場面に入る操作をしないといけないのか。プレイヤーにのレトロガンも問題なさそうじゃな。ここまではポリメガの標準バイオスも実機バイオスも動作は同じじゃ。ゲームをスタートするとコースセレクト画面に入る。標準バイオスの場合はこのようにトリガーボタンも反応し、ヒットした後も残るのじゃが、そこから先に進まない。本来は当たったら缶が弾かれて選んだコースが確定するはずなのじゃ。これは標準バイオスの不具合であり、レトロガンでも通常コントローラーでも同じ症状となる。ここからは実機バイオスでのゲーム画面じゃ。実機バイオスの場合はこのように缶に当たると弾かれて選んだコースが確定して先に進むのじゃよ。この通り、レトロガン2台での2人同時プレイでも問題なく動作する。本作については、レトロガン自体の動作に問題はないが、実機バイオスでないと正常に動作しないため、遊ぶことはできないということじゃな。続いてはダイハードトリロジーじゃな。わし、このゲームがお気に入りなんじゃよね。完成度が高いとか何が優れているというわけではなく、失われた古き良き海外ゲームのバカバカしいノリが生きていて最高なんじゃよ。その辺は後でご覧いただくとして、本作はあくまでゲーム内の一部が光線銃に対応しているというゲームになる。その場合、レトロガンの接続方法としては、このようにプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。レトロガンは1台しか使わないので、処理落ちなどを防ぐ上でも、本体に物理的に接続するレトロガンも1台のみにする。ボタンの割り当ては、公式リファレンスマニュアルになぜか記載がない。おそらくプレイステーション版があるので、それでいいと思われているっぽいのじゃ。まあ、トリガーボタンとスタートボタン、あとは3ボタンでのリロード以外は使わないし、あとは通常コントローラーで操作できるので問題はない。ゲームを起動すると、光線銃が一部対応なためか、水色の枠が表示されていない状態じゃ。通常コントローラーのホームボタンを押し、メニューを開き、コントローラーからライトガンオンに切り替える必要がある。これで準備は完了じゃ。映画をテーマにした3つのゲームが遊べるようになっており、わしの一番のおすすめはダイハード3なのじゃが、レトロガンに対応しているのはダイハード2じゃ。映画と同じく空港を舞台にした銃撃戦をガンシューティングにしたというわけじゃな。
ちゃんとガンアジャスト機能もついているのが素晴らしいな。とりあえずゲームスタートじゃ。パッと見た感じはバッチャコップと同じようなタイプのガンシューティングじゃ。ただバッチャコップと違うのはいわゆる敵以外の一般市民を追ってもスコアが減点されるペナルティしかないことじゃ。つまりスコアさえ気にしなければ敵も味方も打ち放題という恐ろしいゲームなのじゃよ。血しぶきを浴びて倒れるキャラクターと平然と進むゲーム展開がシュールすぎる。ゲーム自体もデスクリムゾンよりはるかに出来がいいので、いわゆる洋芸が好きな人にはぜひ遊んでほしいわしのお気に入りじゃ。というわけでレトロガンも問題なくゲームも普通に遊べることが確認できたのじゃよ。次はポリスノーツじゃ。メタルギアソリッドシリーズを手掛けた小島秀夫の代表作の一つじゃな。本作もゲーム内の一部が光線銃に対応しているというゲームになる。よってレトロガンの接続はこのようにプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。レトロガンは1台しか使わないので処理落ちなどを防ぐ上でも本体に物理的に接続するレトロガンを1台のみにする。ボタンの割り当てはこちらも公式リファレンスマニュアルになぜか記載がないが、トリガーボタンとスタートボタン、あとは3ボタンでのリロードが分かっていれば十分じゃ。ゲームを起動すると、この作品も光線銃が一部対応のため、水色の枠が表示されていない状態となる。通常コントローラーのホームボタンを押し、メニューを開き、コントローラーからライトガンオンに切り替える必要がある。これで準備は完了じゃ。本来はゲームのストーリーを進める中で発生する射撃シーンでレトロガンを使用するのじゃが、そこまで進めると時間がかかるので、今回は別途用意されている射撃モードにて動作検証を行う。ここで問題なく使えるようであれば、ゲーム内での使用も大丈夫なはずなのじゃよ。
この辺りからちゃんとレトロガンが反応するな。遊びたいモード、レトロガンもしくは通常コントローラーにて選択する。ここからはレトロガンの出番じゃな。おう、ちゃんとレトロガンが使えるのじゃよ。ゲーム起動前にレトロガンを接続するだけでなく、起動後にライトガンオンに変更し、水色の枠を表示させる必要があるので、レトロガンを使用する場合は注意してほしい。次はこちら葛飾区亀有公園前派出所中川ランド大レースの巻じゃ。いわゆるこち亀のゲームじゃな。プレイステーション版も出ているが、セガサターン版はボードゲームになっているのじゃ。本作のミニゲームの一つが光線銃に対応しているらしい。そのためレトロガンの接続はこのようにプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。レトロガンは1台しか使わないので、処理落ちなどを防ぐ上でも、本体に物理的に接続するレトロガンも1台のみにする。ボタンの割り当ては、こちらも公式リファレンスマニュアルに記載がないが、トリガーボタンが使えればあとは問題ない。例によって水色の枠がなく、レトロガンを認識していないので、メニューを開いて、ライトガンオンに変更する。これでレトロガンを使用する用意は完了したはずじゃ。どこかに照準調整画面とかはあるかな。ここでコントロールパッドとバッチャガンが選べればいいのじゃが、選択できないようじゃ。コントロールパッドのみしか選べないのじゃよ。これだとレトロガンを認識できていない可能性もあるな。仕方がない。とりあえずゲームを始めてみるか。なるほど、最大6人で遊べるわけじゃな。わしに任せろ。絶対に勝つ。よろしくお願いします。私と一緒に頑張りましょう。よろしくお願いしますね。生き残るのはこの俺だ。
私と一緒に頑張りましょうね。先陣は俺が切るぜ。よーし行くか。もう私ですの？今度はわしだな。さてと行くとしましょうか。中川と玲子さんだけ所持金が違いすぎるのが原作を再現しているな。俺からか。先に行くぞ。さて、僕の番ですね。しかもルーレットの数字もキャラによって違っているようじゃ。原作らしさという意味ではなかなか面白いな。ただこのまま遊んでいると時間がかかるので途中を省略させていただく。これがミニゲームじゃな。射撃だからレトロガンが使えるはずなのじゃよ。全然反応しないな。カーソルもトリガーボタンも全く動かないのじゃ。いろいろとレトロガンの接続方法を変えてみたり、実機バイオスを使ったりしてみたが、レトロガンは動作しなかったのじゃよ。接続方法によるのかもしれないが、わしが検証したところ、本作ではレトロガンは使えなかったのじゃ。もし動いたという人がいたら、ぜひ教えていただけるとありがたい。大好き。いわゆる恋愛シミュレーションゲームじゃな。主人公を士官候補生として育成しながら学校内で起きるいろいろなイベントを通して登場キャラと仲良くなるといいゲームじゃが、ミニゲームのいくつかが光線銃に対応しているらしい。例によってレトロガンの接続はこのようにプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。レトロガンは1台しか使わないので、処理落ちなどを防ぐ上でも、本体に物理的に接続するレトロガンも1台のみにする。ボタンの割り当ては、こちらも公式リファレンスマニュアルに記載がないが、トリガーボタンが使えればあとは問題ない。ゲームを起動してみたが、やはり水色の枠がないので、レトロガンを認識していないな。とりあえずオプション画面を見てみるか。
なかなかすごいオプション画面じゃな。照準調整とかレトロガンに関係する設定はなさそうじゃな。とりあえず通常コントローラーのホームボタンからメニューを開いてライトガンオンに変更する。これでレトロガンは使えるはずじゃ。と言ってもレトロガンが使えるミニゲームのところまでゲームを進めないとじゃな。ミョゾディスブルーコジェディ2277年5月30日生まれ、当年18歳、双子座、血液型プラス A。なるほど、こういう感じで進んでいくわけじゃな。さすがに途中は一気に省略させていただくのでご了承いただきたい。今日の授業はお楽しみの射撃よ。頑張ってね。おう、やっとレトロガンの出番になりそうじゃな。ちゃんと照準調整画面も出るのがありがたい。レトロガンはちゃんと反応しているようじゃな。全部命中とはいかなかったが、レトロガンが使えることが無事に確認できたのじゃよ。もう一息なんだけど。セガサターンの多用タイトル最後はガンフロンティアじゃ。大東がリリースしたアーケードのシューティングゲームの移植作じゃな。実は本作はポリメガ公式の互換リストには記載がないタイトルじゃ。日本におけるポリメガの第一人者であるオバキーさんのブログにて、本作が光線銃の多用タイトルであることを知って、今回動作検証の対象として取り上げさせていただいた。ゲーム本編で使えるわけではなく、裏技的に対応しているだけなので、レトロガンの接続方法としては、このようにプレイヤー1には通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続する。レトロガンは1台しか使わないので、処理落ちなどを防ぐ上でも、本体に物理的に接続するレトロガンも1台のみにする。ボタンの割り当ては、互換リストにないので公式リファレンスマニュアルにも当然記載はない。まあ、トリガーボタンだけ動けば十分じゃ。ゲームを起動してみたが、やはり水色の枠がないので、通常コントローラーのホームボタンからメニューを開いて、ライトガンオンに変更する。これでレトロガンが使えるはずじゃ。そして本作の何が光線銃に対応していたかというと、
バッチャガンを 2P 側に接続した状態でオプション画面を開き、画面に向かってトリガーボタンを押すとクレジットとステージの項目が出現するといういわゆる裏技じゃ。この裏技は発売から27年経過した2024年に発見されたらしい。僕たちは待っていたんだ。この裏技が果たしてレトロガンで実行できるのか確認してみるのじゃよ。タイトル画面でスタートボタンを押し、オプション画面を開く。ここで画面に向かってトリガーボタンを押せばいいわけじゃな。おう。一番下にクレジットとステージが出現したのじゃ。ここでクレジット数を増やしたり、ステージセレクトができるわけじゃな。レトロガンでもこの裏技が使えることが確認できたのじゃよ。わざわざバッチャガンを使わないとできない裏技を仕込んだのは、やはりこのガンフロンティアの時期が銃をモチーフにしたデザインだからということじゃろうな。なかなか粋な裏技なのじゃよ。というわけで、レトロガンの動作検証、セガサターン編はここまでじゃ。セガのガンシューティング3作が、レトロガン2台つなぐと動作がおかしくなったが、それだけハードの限界まで攻めた作品だったということかもしれないな。コントローラー管理画面で接続しなくても、ポリメが本体につながっているだけで処理に負担をかけるようなので、必要がなければ本体につなぐレトロガンは1台だけにしておいた方が良さそうじゃ。また、ゲームの一部にだけレトロガンを使う場合は、プレイヤー1は通常コントローラー、プレイヤー2にレトロガンを接続するというのも覚えておくと良いのじゃよ。互換リストにあるものは一応網羅したつもりなので、接続や設定方法など、プレイする時の参考にしていただければ幸いじゃ。次回は、プレイステーションの動作検証の動画を公開する予定じゃが、数が多いのでちょっと時間がかかるかもしれないのじゃ。気長にお待ちいただけるとありがたい。それでは、次回もよろしくな。次回もぜひ見てほしいですわ。チャンネル登録もしてね。ウッキー、そんないい加減な言い方をしていると閉めますわよ。登録してください。